ソンツンです。今日はマジ市街という道を歩いて、だいたいまっすぐ歩くような感じでドミニコ教会とセナド広場の方面まで歩いていくという街歩きの動画になります。これからこの道をねまっすぐ歩いていくんですけれども、この道の向かい側にエメラルドグリーンの壁のところがありますが、あちらが聖ミカエル墓地という、カトリック教の墓地ですね。で道の名前というのがマジ市街と言います。では早速街歩きを開始していくんですけれども、最初にですねカフェがねできてるんです。でこの間ですねこのカフェの中で撮影したものがありますので、まずはそちらの映像をご覧になってください。暑いんですけれどもね、屋上にこういうテラス席があるんですよ。これいいな、めっちゃいい。グランドリスバーとかね、マカオタワーとかも見えてますし、下のねこの道も見えてますしね、ランプもいいですね。これ雰囲気があって、上から見下ろすのはこれ初めてだな。いつもこの下はねよくね歩くんですけれどね、向こうの丘の方には世界遺産のギア要塞もね見えてます。いやー、これなかなかいいカフェだわ。ではこちらのカフェどうでしたかね。上のテラス席まで行きますとね、この辺りの風景であるとかで、遠くにはグランドリスバーがですね、上から見渡せれるようになりますので、なかなかね雰囲気もいいですし、景観の眺めもねいいところですね。夜遅くまでやっていればですね、この辺り夜はライトアップしますので、上の方からライトアップのところをね見たいんですけれども、夜8時でねカフェがクローズしますので、7時過ぎぐらいにねカフェに入っていただいて、ライトアップされたところをね上から見るっていうこともねいいんじゃないですかね。でちょっと前に出した動画でですね、その過去動画はリンク先に出しておきますけれども、その動画内で説明したのが、以前ですねアスファルトの道じゃなくて石畳の道だったんですね。前のね石畳だった頃はねポルトガルっぽい雰囲気がねすごい漂ってたんですけど、今でもね建物だけ見てもね全然中華っぽくなくてポルトガルっぽいね雰囲気ですからね、すごい雰囲気はいいんですけれどね、でその過去動画の時はですねずっとここ歩いてまっすぐね、階段を登っていったんですけれども、今日はですねこっちの道をひたすらと歩いていきます。で道の名前がこの間の動画ではこのフォンタンシエシアンというこの坂道をですね、上がっていったんですけれども、今日はですねこの道をまっすぐ歩くということで、この道の名前がねここで変わるんですね。ちょっと北京語読みで申し訳ないですけれど、ションメイチジエと言います。ではこちらからはですね以前と同じように石畳の道なんですね。ここにもカフェができるんですね。今日は休みになっているのかな。いつかまた機会があればですね行ってみたいと思います。
ここぐらいまではポルトガル建築っていうのがね残ってるんですけれども、だんだんとですね生活感も出てくるというところなんですね。あともうちょっとまっすぐ行ったらですね、完全にドロッカルな生活感ばっかりが溢れているというところになります。ここをずっとまっすぐ歩いてきたんですけれどもね、ここから見ていただいてもねすごくいい眺めのところですね。こういうところもね夜に来るとなかなかいい感じなんですよね。この街灯がねすごくいい感じになってね、上とか見ていただきましてもね、こういうマンションばっかりです。今日はですねちょっとどんよりとしたね天候なんですよ。もうちょっとね晴れてる日に来ようとね思ってたんですけれど、明日明後日ぐらいからね台風が近づいてくるんでね、今回の台風ちょっときつい台風なのでね、明日の夜もしくはね明後日とかにはシグナル8という台風警報になるんですけれどね、蒸し暑い天候ですね今日はね。この間そういえばですね、視聴者さんからね、ソンツンさんってあんまり汗かかないんですかってなんか言われたことあるんですけれど、いや汗はかいてるんですよ。ただね、こういう撮影の場合ってずっと撮りっぱなしじゃなくてね、ところどころ僕休んだりしてね、ちょっと汗もたまには拭いたりするんでね、なんか汗が出てないように動画の中では見えるのかもしれないですけれど、いや実際汗はかいてるんですが、あんまりね昔から顔にあんまり汗かかないんですよ。背中とかはもう今すごい汗がねもう常に流れているような状態なんですけれどね、女優さんとかも体は汗かいても顔にはあんまり汗かかないとかって言うじゃないですか。だからなんか僕も女優さんっぽいのかな顔にはあんまり汗かかないですけれど、体はねちょっと背中とかはね汗かいてるんですね。これねゴミ捨て場なんですけれどね、もういっぱいだったらね降るってね点滅するんですね。なんかセンサーになってるのかなこれ。あ、そうだそうだ、現代的なゴミ捨て場ってところですね。ちょっとだけね階段登りますけれど、オクロックカフェってここか。オクロックカフェっていう名前のカフェなんですけれどね、インスタとかでねマカオの人にはすごく人気のあるカフェなんですよ。今日はね入らないですけれども、いろんなところにねこうしてカフェができてるわけなんですよ。だいたいまっすぐ歩くということなんですけれど、ちょっとここの坂道を下っていきまして、どうしようかな、次のところを、右に曲がりましょうか。道路の名前っていうのがイーユエンホウジエと言います。でこちらまっすぐ行きますとね、あんまはっきり見えないのかもしれないですけれど、聖ラザロ教会ですね。でもしここを右に曲がらずにこの坂道をまっすぐ下っていったらソイハンメイというエリアの方にね出れるんですよ。ではイーユエンホウジエという道をこれから歩いていきます。イーユエンホウジエというとね、日本語に直訳すると病院の後ろの道ということなんですけれど、今はねここにはもう病院はないんですけれども、かつてこの辺りにね病院があったということで、そういう道の名前になってるんですよ。どこに病院があったのかというと、また後で説明します。イーユエンホウジエをまっすぐ歩いてくると、クリーム色の建物、これ後ろ側なんですけれども、ポルトガル領事館の建物の後ろ側に来てるんですね。で先ほども言いましたように、道の名前がイーユエンホウジエということなんですけれども、昔このポルトガル領事館になったところはですね病院だったんですね。でその後をポルトガル領事館の建物になったというところなんです。ちょっとだけ坂道上がってみようかな。後ろ振り返っていただくとですね、グランドリスボアが見えるんですね。イーユエンホウジエっていうのはここまでなんですね。
これからはですね、ここの坂道を下っていくんですけれど、もしこの坂道をずっと上がっていきますと、モンテの砦の方に出れます。ではポルトガル領地間の脇のこの坂道を下っていきまして、下ったところをですね、今度右に曲がっていくんですね。そしてドミニコ教会と、セナド広場の方はですね、あともうちょっとで到着になります。敷地内の建物がポルトガル領事館の建物です。あんまり近づいて撮るとちょっと言われちゃう可能性あるんで、ここからにしておきますけれどね。この坂道がダーパオタイシエシャンと言います。モニテンと砦の坂っていうことですね。ドミニコ教会やらセナド広場やら世界遺産に近づくにつれてね、このようにだんだんと人や車が多くなりますね。今歩いている道がこういう名前ですね。ボードルージュランジェと言います。この辺りにはね、日本の地名が結構使われていまして、例えばこれ私に今使っている DJI ポケット2もね、このお店で買ったんですけれど、これだったら秋葉原ですね。でこの道をもうちょっとね、ドミニコ教会側の方へね歩いていきましたらですね、銀座広場ってね書いてる、銀座スクエアっていうマンションで、下はショッピングなんですけれどね、秋葉原やら銀座やら、東京のね、地名が出てるんですね。今日の街歩きスタートあたりのところはですね、ポルトガルの建築がずらっと並んでいまして、で途中で生活感あふれるマンションのところになって、で世界遺産に近づくにつれてまたこういうですね、ポルトガル風建物が出てくるんですね。この建物をご存知の方もね多いかなと思うんですけれど、ガイドブックとかでもよく紹介されているのかな。ポルトガルの書籍を売っている本屋さんなんですよ。ポルトガル語全然わからない方でも一度店内に入ってみてください。本だけじゃなくてね、こういったお土産も売っておりますので、例えばですね、これ最近ね出たらしいんですけれど、エッグタルトワインっていう名前らしいんですね。こういった、アズレージョ柄の瓶になっていたり、コンパクトに収められているやつもありますので、エッグタルトのカップにねワインを垂らして飲むようになってるんですかね。ではこちらからまた石畳の道になって、ドミニコ教会とかセナド広場の方にねもう今近づいてきております。夏休み最終日ということなんでね、ガラガラってわけじゃないですけれど、一時に比べるとめちゃめちゃ人が減ったな。今日は行かないですけれど、こちらをねずっとまっすぐ行きますとセントポール教会になります。なんか最近聞いた話なんですけどね、ファンケルありますね。世界で最も売れている店舗らしいんですね、このファンケルが。本当かどうかわかんないですけれど、とあるマカオ在住の方に最近それを聞きました。それでは、この辺り世界遺産のエリアに入ったということで、聖ドミニコ教会ですね。ドミニコ教会のすぐもう隣なんですよ。ちょっとしたねお土産とかがね売っている店舗があるんですね。ちょっとその中にね入ってみましょうか。今日はね別に何も買わないですけれど、この中にカフェがあるんですね。そこでちょっと一杯ぐらいコーヒー飲みたいと思います。名前がオーピンフェ M イン M プラザっていうところですかね。ここのねカフェでちょっとお茶しましょう。階段もあるんですけれど、エレベーターでねちょっと上がってみます。とりあえず2階に上がってみました。ポルトガルワインであるとか、なんかマカオのねこういう、花酒っていう酒が売ってたり、あとマカオビールもあります。で他にですね、こういうポルトガルの缶詰であるとかね、こういうのをよくね購入される方、したい方多いと思いますけれどね。あと日用品、ポルトガルの石鹸ですね。こういうのがなんか有名な製品みたいですね。でそこにですねカフェがあって、
でこういう席で座って飲みたいと思います。ちょっと見にくいと思うんですけれどね、セナド広場ですね。今中秋節と国慶節のね飾りをつけようとしてるんでね、ちょっと石畳の方がセナド広場の方はあんまりこっからじゃはっきり見にくいんですけれど、後でセナド広場に最後に来てみたいと思います。では今日はねアイスコーヒーで、このクッキーがなんか無料でねついてたんですけれど、全部で30パタカです。上から下をね見てコーヒー飲むっていうのもいいですね。今見えているのがドミニコ教会の側面です。あとコーヒー好きな方はですね、このメイドインマカオかなのコーヒーもありますので、別にマカオでコーヒー豆を生産してるわけじゃないんですけれど、まあねマカオっぽいパッケージでいいんじゃないですかね。他にもね XO ジャンであるとかカレー、これ使ったらカレーおでん作れるかもしれないですけれどね。これが昔のこの辺りの風景ということで、こちらドミニコ教会で、今ねドミニコ教会のすぐ横にいますから、昔はこんな感じの建物だったんですね。マグネットなんですけれど、マカオの道の標識ですね。好きな人は好きなんじゃないですかね。中国語とポルトガル語で書いてますのでね、世界的に見ても中国語ポルトガル語ってマカオぐらいでしょうからでは MEM プラザを出てもうすぐそちらがセナド広場です。本当に夏休み終わるからかなり観光客少なくなります。さっきも言いましたけれどね、夏休み中はね本当にコロナ前の活気がね戻ってきたというぐらいねすごく賑わっていたんですけれど、それと比べるとかなりガラガラになったような感じもあります。上はですね毎年おなじみのこの時期であれば中秋節と国慶節のねライトアップとか飾りが出るんですね。それを今これ取り付けてる最中なんですよ。今こんな感じでね取り付け作業をしてますね。ということで今日はジーシ街というところからだいたいまっすぐ歩いてドミニコ教会セナド広場っていうところまでね歩いてくるという街歩き動画になりましたので、ちょっとでもマカオの街歩き気分を味わえたということであれば、幸いでございます。それでは今日の動画はここまでということで、マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。